息が止まった。その瞬間、女性の意識は静かに体から離れていった。痛みはなかった。ただ、白い光だけがあった。遠くから誰かの声が聞こえた。しかし言葉は届かなかった。体はもうそこにはなかったのだ。その女性が次に目を開けたのは70年後のことだった。インドの小さな村で赤ん坊としてその子の名前はプリアと言った。プリアが言葉を話し始めたのは2歳になる少し前のことだった。最初は誰も気に留めなかった。しかし3歳を過ぎた頃、両親は気づき始めた。この子が口にする言葉には何か奇妙なものが混じっていると。ここは私のお家じゃない。最初にそう言ったのはプリアが4歳になったばかりの朝だった。母親は笑ってごまかそうとした。しかし子供の目は笑っていなかった。私別の場所で死んだの。川のそばだったよ。4歳の子供が言う言葉ではなかった。その後、プリアは毎日のように同じ話を繰り返した。知らないはずの地名を口にした。知らないはずの人の名前を呼んだ。そして、自分がどのように死んだかを驚くほど淡々と語った。両親の不安は日に日に深まった。プリアが語る記憶はあまりにも具体的だった。曖昧な夢の話ではなかった。まるで昨日のことを話すように、細部まで正確だった。やがて両親は一つの決断をした。娘が繰り返す。その見知らぬ地名の場所へ実際に行ってみようと。それが全ての始まりだった。しかし、事故が起きたのはその旅に出る少し前のことだった。インドの小さな町にプリアという名の女の子が生まれた。両親にとって待望の第一子だった。プリアは生まれつきどこか不思議な雰囲気を持つ子供だった。笑顔は愛らしく、家族の誰もが彼女を溺愛した。だが、他の子供たちとは少し違うところがあった。彼女が3歳になった頃から、それは始まった。夜中に突然目を覚ます。そして知らない言葉を繰り返す。両親は最初、悪夢を見ているのだと思った。子供にはよくあることだと、自分たちに言い聞かせた。しかし、4歳を迎えたある朝のことだった。プリアは食卓で、突然こう言った。ここは、私の家じゃない。両親は箸を止めた。私は、もっと遠くの町に住んでいた。彼女の目は、真剣だった。おかしな夢の話をしているのではない。両親はそう直感した。それから毎日のように、プリアはその、遠くの町、について語った。通りの名前、市場の場所、川のそば、あった古い家。詳細はあまりにも具体的で、創作とは思えなかった。4歳の子供が、地図も水に語る地名、訪れたこともないはずの風景。両親の胸に、静かな恐怖が広がり始めた。そしてプリアはある日、こう告げた。私、あの町で死んだの。川のそばで、淡々とした声だった。泣きも叫びもしなかった。まるで昨日の出来事を話すように、静かに、確かに、両親の不安は、日に日に深まった。プリアが語る記憶はあまりにも具体的だった。曖昧な夢の話ではなかった。まるで昨日のことを話すように、細部まで正確だった。やがて両親は、一つの決断をした。娘が繰り返す。その見知らぬ地名の場所へ、実際に行ってみようと。それが、全ての始まりだった。しかし、事故が起きたのは、その旅に出る、少し前のことだった。プリアが意識を失ったのは、旅の準備をしていた。その翌朝のことだった。プリアが倒れたのは朝だった。特別なことは何もない。静かな朝だった。母親が台所で支度をしていると、突然、廊下から音が聞こえた。重い、鈍い音だった。駆けつけると、プリアが床に倒れていた。声をかけても、返事がない。揺さぶっても、目が開かない。父親がすぐに病院へ運んだ。医師たちは懸命に処置を始めた。モニターが数値を刻んでいた。しかし、プリアの意識は、どこか遠くへ行っていた。後にプリアは、こう話した。体の外に出ていた。と、上から、自分の体が見えた。と、医師たちが自分の周りを動き回っているのが、はっきりと見えたという。天井のシミの形まで、覚えていた。母親が廊下で泣いていたことも、知っていた。誰も教えていないのに、意識のない子供が、知るはずのないことを、知っていた。これは、医学的に説明のつかない体験だ。しかし、世界中にこうした報告がある。心停止の患者が、
蘇生後に手術室の様子を正確に描写する。体から抜け出し、別の場所を見ていたと語る。研究者たちは、これを、臨死体験、と呼ぶ。しかしプリアの場合、それだけでは終わらなかった。意識が戻った瞬間、プリアは泣いていた。怖かったからではない。また、あの場所が見えた、と言ったのだ。前世の記憶の中にある、あの街の風景が、意識が肉体を離れたその瞬間に、再び現れたのだという。両親は顔を見合わせた。言葉が出なかった。娘の体に何かが宿っているのか、それとも、記憶が魂に刻まれているのか。プリアが病院の白い天井を見上げながら、ぽつりと言った。暗いトンネルの向こうに、光があった。と、暗いトンネルの向こうに、光があった。プリアはそう言った。病院の白い天井を、ぼんやりと見上げながら、声は小さかった。でも、はっきりとしていた。まるで、その光景が今もまぶたの裏に焼き付いているかのように、両親は動けなかった。娘はまだ4歳だ。トンネルも、光も、知るはずのない言葉だった。プリアが続けた。怖くなかった。すごく、静かだった。と、そこへ向かって歩いて行ったら、誰かがいた。と、誰かが、いた。母親が震える声で聞いた。誰がいたの？プリアは少し考えるように目を細めた。そして、静かに答えた。おばあちゃん。でも、今のおばあちゃんじゃない。今のおばあちゃんじゃない。その言葉が、部屋の空気を変えた。プリアが語る前世の町には、家族がいたという。夫がいた。子供がいた。そして、先に行った母がいた。トンネルの中で出会ったのは、その人だったのかもしれない。研究者たちはこう言う。臨死体験と前世の記憶は、別々の現象ではないかもしれないと。意識が肉体から切り離されるとき、魂はかつて知っていた場所へと引き寄せられる。そういう証言が、世界中から集まっているのだと。プリアの事例もその一つだった。ただの夢ではない。ただの空想でもない。彼女が語る細部は、あまりにも具体的すぎた。街の名前、路地の形、川の流れる方向、そして、70年前に起きた一人の女性の死。光の中で誰かと再会したプリアは、その後しばらく眠り続けた。目が覚めた時、彼女は静かに笑っていたという。両親にはわからなかった。娘が今、どちら側に立っているのかが、この世と、あの世の、その境界線は、思っているよりもずっと、薄いのかもしれない。境界、この世とあの世の間には、どれほどの距離があるのだろう。プリアが目を覚ましたのは、それから数時間後のことだった。光の中で誰かと再会した彼女は、まるで深い眠りから戻ってきたように、静かに目を開けた。その顔には、涙の跡も、恐怖の色もなかった。ただ、穏やかな微笑みだけがあった。母親は娘の手を握りながら、何も言えなかったという。聞きたいことは山ほどあった。でも、何かを聞いてはいけない気がした。その静けさを、壊してはいけない気がした。プリアはしばらくして、ぽつりとこう言った。もう、大丈夫。会えたから、両親には、その言葉の意味が完全にはわからなかった。誰に会えたのか、何が大丈夫になったのか、ただ確かなのは、娘の目から、あの切迫した悲しみが消えていたということだ。生まれてからずっと、彼女の目の奥に宿っていた。どこか遠くを見つめるような、帰れない場所を探し続けるような、あの悲しみが、研究者たちは言う。前世の記憶を持つ子供たちの多くは、ある時点を境に、突然その記憶を離さなくなると、まるでスイッチが切れたように、まるで決着がついたかのように、プリアにとって、あの場所への旅が、その決着だったのかもしれない。70年前に終われなかった何かが、ようやく終わった瞬間、境界線の上に立ち、こちら側に戻ることを選んだ瞬間、人は死んだ時、どこへ行くのだろう。そして、また生まれてきた時、何を持ち越すのだろう。その問いに、誰も確かな答えを持っていない。でも、プリアの物語は、一つのことを静かに示している。魂には、記憶がある。そして、記憶には、行き先がある。彼女が閉じていった目の奥に、かつて見た風景のすべてが、もう一度、ゆっくりと広がっていくようだった。彼女の目が、静かに閉じていった。その瞬間、プリアの小さな体から、何かが抜けていくような気がした。部屋の空気が、ひっそりと変わった。両親は、言葉を失ったまま、ただそこに立っていた。人は、
一度の人生で、どれほどの風景を目に焼き付けるのだろう。どれほどの声を耳に残すのだろう。どれほどの痛みと喜びを魂の奥に刻み込んでいくのだろう。プリアが語り続けた記憶は、ただの夢ではなかった。彼女は、かつて生きた町の路地を知っていた。その町に流れる川の名を、正確に言い当てた。70年前に死んだ女性の名前を、まるで自分の名前のように口にした。そして、その死に方さえも、研究者たちは言う。前世の記憶を持つ子供たちには、共通の特徴があると、3歳から5歳の間に、最も鮮明な記憶が現れる。そして、成長とともに、その記憶は薄れていく。まるで、古い写真が光の中でゆっくりと色あせていくように。なぜ、その年齢なのか。なぜ、大人になると忘れていくのか。誰も、まだ確かな答えを持っていない。しかし、一つだけ言えることがある。子供たちが語るその記憶は、あまりにも細かく、あまりにも具体的だということだ。作り話にしては、整いすぎている。夢にしては、現実に近すぎる。プリアが見ていた風景の断片は、今も記録に残っている。彼女が指さした地図の一点、彼女が泣きながら読んだ。誰かの名前、彼女が、あそこに帰りたい、と言い続けた。遠い町、それらはすべて、この世界のどこかに、確かに存在していた。魂が記憶を持つとするなら、その記憶は、何のためにあるのだろう。ただの残像なのか、それとも、次の命への、道しるべなのか。プリアの物語は、一つのことを静かに問いかけている。私たちは、今この命の前にも、どこかで生きていたのかもしれない。と、そして、今生きているこの瞬間もまた、いつか誰かの前世になるのかもしれない。と、彼女の目の奥に広がるパノラマは、まだ終わっていない。むしろ、それは、次の扉が、静かに開こうとしている予感だった。その扉は、突然開いた。プリアの意識が、ゆっくりと戻り始めた瞬間のことだ。誰も、何も、声をかけていなかった。それでも彼女は、まるで何かに呼ばれるように、目を開けた。医療スタッフが最初に気づいた。息が、戻っている。その言葉が、部屋の空気を一瞬で変えた。体温が上がり始めていた。脈が、確認された。誰もが信じられないという顔をしていた。それは医学的に、簡単には説明のつかない回復だった。担当医は後に、こう語っている。あの子の状態を見たとき、正直なところ、私は諦めていた。でも、彼女は戻ってきた。どこかから、戻ってきたのだ。その、どこか、が、どこなのかは、誰にもわからない。しかしプリア自身は、目覚めた直後にこう言った。もう一度、会えた。誰に会ったのか、両親が恐る恐る問いかけると、彼女はただ静かに微笑んだ。その笑顔は、4歳の子供のものではなかった。何十年もの時間を経たような、深く、穏やかな表情だった。前世の記憶を持つとされる子供たちの多くは、ある年齢を境に、その記憶を失うと言われている。7歳前後を過ぎると、語らなくなる。まるで、役目を終えたかのように、プリアもまた、あの出来事の後から、以前ほど多くを語らなくなった。しかし両親の目に映る彼女は、どこか変わっていた。怒ることが少なくなった。泣くことも、減った。何かを、置いてきたような、あるいは、何かを、受け取ってきたような、その変化は、家族全員に静かに伝わっていった。父親は言う。娘は同じ娘だ。でも、以前とは少し違う。うまく言葉にはできないが、あの子は何かを知っている。という気がする。命が一度だけのものでないとしたら、死は終わりではなく、通過点だとしたら、私たちは今、その問いの前に立っている。プリアの帰還は、単なる奇跡の話ではないのかもしれない。それは、魂というものが持つ、記憶の連鎖の話だ。そして、次の扉が開くとき、その向こうには、また新しい変化が待っている。プリアの物語が広まった後、家族の周囲では静かな変化が起きていた。最初に変わったのは、父親だった。もともと信仰心のなかった彼は、娘の言葉を聞いた日から、死というものを別の角度で考えるようになった。怖くなくなった。と、彼は語っている。死が終わりではないとしたら、今この瞬間の意味が変わってくる。母親もまた、別の変化を経験した。以前は些細なことで苛立ち、家族との時間を後回しにしていた。
しかし娘の記憶の話を通して、命の儚さと、それでも続く何かを感じ取った。今では毎晩、家族が揃う時間を作っている。グリア自身も、年を重ねるにつれて変化していった。5歳、6歳と成長する中で、前世の話をすることは徐々に減っていった。研究者たちによれば、これはよくあることだという。前世の記憶は、言語が発達し、現在の生活が積み重なるにつれ、自然に薄れていく傾向がある。それは消えるのではなく、奥深くへと沈んでいくようなものだ、と表現する専門家もいる。だが、プリアが周囲に残した影響は消えなかった。彼女の話を聞いた親戚の一人は、長年疎遠だった兄弟と和解した。いつか会えると思っていた。でも、もしかしたら次の生では会えないかもしれない。そう思った時、電話をかける手が自然と動いたという。前世の記憶を持つ子供たちの事例を研究してきた学者たちは、こうした周囲への波及効果に注目している。一人の子供の言葉が、家族全体の価値観を揺さぶる。それは単なる不思議な出来事の話ではなく、生と死に対する根本的な問いを、日常の中に持ち込む力を持っている。命は一度きりなのか、それとも、何度も形を変えて続いていくのか。この問いに、科学はどう向き合ってきたのか。次のパートでは、スピリチュアルな領域とされてきたこの現象に、研究者たちがメスを入れた記録を見ていく。科学は長い間、この現象を無視し続けてきた。前世の記憶など、証明できないものは研究する価値がない。そう判断されてきたのだ。しかし、ある一人の研究者が、その沈黙を破った。アメリカ、バージニア大学の精神科医アン、スティーブンソン博士。彼は20世紀後半から、前世の記憶を持つとされる子供たちの事例を、徹底的に記録し始めた。感情ではなく、データとして、信仰ではなく、証拠として、博士が生涯をかけて収集した事例は、2500件を超える。その多くに、共通のパターンがあった。記憶が現れるのは、2歳から4歳の間が最も多い。そして7歳を過ぎると、その記憶は急速に薄れていく。子供たちは、特定の地名を繰り返す。自分の前世での名前を口にする。どのように死んだかを、まるで見てきたように語る。そしてその内容が、実際の記録と一致するケースが、無視できない数だけ存在していた。インドで生まれた少女が、数百キロ離れた町の名を呼び続けた事例も、その一つだ。家族が現地を訪れた時、70年前にその町で起きた死亡事件の記録が残っていた。名前も、死因も、状況も、少女が語った内容と重なっていた。科学者たちはこの結果をどう受け止めたか。一部は、偶然の一致だ、と否定した。しかし博士は言った。偶然では説明できない一致が、あまりにも多すぎる。と、スピリチュアルな世界と、科学的な調査。この二つは、長い間、対立するものとして扱われてきた。だが本当に、どちらか一方だけが正しいのだろうか。命の連続性という問いは、どちらか一方の領域だけに属するものではないのかもしれない。データの中に、魂の痕跡が宿ることがある。そう感じさせる記録が、確かに存在している。では、これらの記憶が伝えようとしているものは何か。次のパートでは、前世を語った子供たちが残したメッセージの意味に、深く踏み込んでいく。前世を語った子供たちは、何を伝えようとしていたのだろう。恐怖ではない。怒りでもない。彼らが繰り返し口にしたのは、場所の名前であり、家族の顔であり、そして、また会えた、という安堵に似た言葉だった。もしかすると、命とは一度きりで終わるものではないのかもしれない。見えない糸が、時代を超えて、人と人をつなぎ続けているのかもしれない。科学はまだ、その糸の正体を解明できていない。しかし、解明できていないことは、存在しないことを意味しない。インドの4歳の少女が、見知らぬ町の名を叫び続けた。その声は、70年という時を超えて、確かに届いた。あなたのそばにいる大切な人は、もしかすると、ずっと以前からあなたを知っていたのかもしれない。そう思うだけで、今この瞬間の出会いが、少しだけ違って見えてくる。命の意味を、もう一度だけ、静かに考えてみてほしい。